こんにちは、大賀ちゃんです。今回はオールドのりたけの図柄6、ジャポニズムと着物に見られる古典柄を見ていきたいと思います。オールドのりたけの図柄には、ジャポニズムと呼ばれる日本風のデザインがあり、心を奪われます。明治時代に日本が開国し、日本美術が海外に広まると、西洋の人々に大きな驚きを与えました。その驚きが西洋美術に新たな息吹をもたらし、ジャポニズムというスタイルとして実を結びます。ジャポニズムは西洋美術がアール・ヌーボー、アール・デコへと発展する中で影響を与え続けました。では、オールドのりたけに見られるジャポニズムとは何でしょうか。まず、金の豪華さ。着物で言うならば、金の帯や金糸の刺繍のように器に輝きを与えます。歴史的に見ると、絢爛豪華な安土桃山文化を引き継ぎ、それを芸術的に昇華完成させた琳派の絵に通じるものを感じさせます。次に器の背景のぼかし。着物の友禅と同じぼかし技法を使うことによって、器全体に優しさや温かさを与え、描かれた自然への親しみを感じさせます。そして一鎮という道具を使って立体的な図柄を作る盛り上げ技法。着物の刺繍のように盛り上げによって日本美術特有の鳥、虫、花や植物を生き生きと描くことに成功しています。ジャポニズムについて元となる日本のデザインとそれが与えた影響を順番にご覧いただきましょう。まずは着物です。こちらの着物は伝統的な花車の模様の色打ち掛けです。金や色とりどりの刺繍が施された古典的な柄です。これは結婚式場で振袖を着た女性たちが並んでいる写真です。皆花柄の着物に吉祥紋の帯を締めて華やかです。そしてこちらは結婚式の写真です。花嫁、花婿とそのご両親が写っています。右側の女性の着物は加賀友禅です。友禅特有のぼかしが効いています。また、正装の黒留袖に金の帯が生えています。左側の女性も黒留袖、裾の花々に美しい刺繍が施されています。日本美術は自然への親しみ深さ、観察力や表現力に特徴があります。西洋には狩猟画から発生した動物画はありますが、日本画のように花、鳥、魚、爬虫類、昆虫などの小さな生命たちが生きた姿で作品の主題として描かれることはほとんどありませんでした。ジャポニズムに見られる日本の影響。次は浮世絵です。1812年、江戸後期の日本において、浮世絵師の葛飾北斎は、人々の暮らしぶりや日常のちょっとした場面を描いた北斎漫画を発行しています。これが庶民から武士まで大人気となり、江戸時代のベストセラーになりました。開国後、
この北斎漫画と富岳百景などの浮世絵が海を渡って西洋美術に大きな影響を与えました。アメリカのティファニー社のトンボランプやフランスのラリック社のカゲロウペンダントにもその影響が見て取れます。こちらは北斎の影響が見られる例です。左側の北斎漫画に描かれた鯉とそっくりに、右側のエミール・ガレによるガラス器に鯉が描かれています。北斎はフランスガラス器のバカラやドーム兄弟、印象派画家のモネ、ドガ、セザンヌ、ポスト印象派画家のゴッホなどさまざまなアーティストたちに影響を与えていたことが知られています。これは左の葛飾北斎の富岳百景の波を真似たとされるロイヤルコペンハーゲンの花瓶です。面白いことにオールドノリタケにもロイヤルコペンハーゲンの花瓶と似た構図のものがあります。ロイヤルコペンハーゲンの器が1887年製造であることから、オールドノリタケがロイヤルコペンハーゲンを真似たものと思われます。また、オールドノリタケの図柄に鳥でお話ししましたように、この図柄は明治時代の着物にもあります。こちらはロイヤルコペンハーゲンを真似たわけではなく、カモメも波も日本美術の古典柄を用いたに過ぎません。日本の古典柄を用いたものとして葦とおしどりがあります。左側の絵はがきは江戸時代に活躍した琳派の画家坂井抱一作の12ヶ月花鳥図の中から11月葦とおしどりです。右側はオールドノリタケの足盛り上げおしどり図花瓶です。江戸琳派の特徴である非対称の構図と茶の湯、華道などで好まれる七三の構えが見て取れ、日本的な要素の強いオールドノリタケです。おしどりは吉祥紋と呼ばれるおめでたい柄なので、着物や茶道具によく用いられます。鳥獣戯画を真似たものもあります。鳥獣戯画とは京都の高山寺に伝わる絵巻物です。全部で4つの巻物に動物や人物がコミカルに描かれていることから日本最古の漫画と言われています。1、2巻に擬人化されたウサギ、カエル、猿などが描かれており、オールドノリタケはこれらを真似たものと思われます。日本の古典柄の一番有名なものに松、竹、梅があります。この着物には吉祥紋の松、竹、梅が描かれています。ここでコラレンと呼ばれる時期をご紹介いたします。コラレンは狭い意味でのオールドノリタケには入らないものの、同時期に日本から輸出されていたことから、オールドノリタケの一種と扱われることもあります。コラレンはガラスビーズを表面に貼り付ける技法を用い、見た目がサンゴに似ていることから、英語のサンゴを意味するコラレンが名前の由来となっています。この松模様のコラレンも日本の古典柄です。この花婿は紋付き羽織袴を着ています。江戸時代の男性にとって紋付き羽織袴が礼装でした。
表は無地の黒ですが、羽織の裏に刺繍をしたり、絵を描くことが男性のおしゃれとして好まれました。竜はその図柄として人気がありました。着物の技法として絞りというものがあります。オールドのりたけの技法4、ビーディングでもお話ししましたように、このビーディングは絞りに似ています。この小さな点の集まりで模様を作り出すのはかなり根気がいるのは間違いありません。オールドのりたけに使われる技法のうち、金の吹きぼかしというものがあります。花瓶の口や下部の金がぼかされている部分のことです。これは着物や塗り物にも使われます。このリンパの着物にも使われています。オールドのりたけには日本の古典柄が数多く使われています。桜、藤、菊、蝶、鳳凰などです。オールドのりたけはニューヨークの図案部で日本人のデザイナーたちが欧米人の好みやニーズに合わせたデザイン画を描き、それをもとに日本にいる職人たちが実際に器を制作していました。欧米人の生活に合わせた形の器に日本の古典柄が描かれた和洋折衷の美はこのような連携から生まれたのです。今回はオールドのりたけの図柄6、ジャポニズムと着物に見られる古典柄をご紹介いたしました。次回はオールドのりたけの図柄7、ガレ風をご紹介いたします。